よろしくお願いしまどうも、す。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。食事しましたね。一度、させていただきました。はい、おはい。邪魔させていただきました。ワインを飲みながら、とても素敵な会話を楽しんだ記憶があるんですが。はい。私も初めてお目にかかったんで、やはりそのイメージ通りの、方だなっていう印象で、あとその行ったお店の、オーナーの方かな、お料理を出される方が YOSHIKI さんの大ファンで、その話をちょっと聞いたりして、はい、まあ、いろいろと、勉強させていただきました。はい。タバコというのは、はい。いつ頃からやめになったんですか？10年妻が、病気になってから辞めちゃいました。はいはい。まあ、たまに吸うこともあったんですけど、子供がどんどん大きくなっていくんで、これもちょっと良くないということで、まあ、そばにいるとうん。影響出るっていうんで、はい、ですから、やめちゃいはい。ました。僕も15年ぐらい前に辞めましたね。お母さんの誕生日に何が欲しいって言って、タバコやめてって言うから分かったって。辛かったな。それからす一本も吸っごいですね。てないです。うわー、すごい親孝行だ。英語で言うとコールドターキーって言うんですけど、もうバッサリやめたっていうか、急にですね、なんか徐々に減らすとかなくて、断ち切りました。私もほぼ断ち切りました、バシッと。この世の中にタバコはないぐらいの感じで、もう僕の中で存在しない、はい、感じにしちゃいましたけど。はい。それいいですね。僕の辞書にタバコはないって、それはいいですね。あ、そうなんです。辞めるとき全部そうです。僕の中にも、例えばこう、お友達でもすごくうまくいってても、なんかちょっとこう、ダメな時はもうこの人は僕の中でいないみたいな感じになっちゃいます。そうしわ、すごい。ないと切り替えられないというか、情が出ちゃうんで、はい。ああ、もうそのページ自は体切っちゃうんですね。その辞い。もう書の後に。そういうことじゃないと、はい、逆に失礼かなと。僕も自分の辞書から排除してしまうんですよ。例えば、不可能という文字があるとするじゃないですか。もう僕の辞書にないと。例えば、あと英語で言ったら、まあ、リジェクションだから拒否されるということとか、なんかそういう、まあ、失敗もそうですね。失敗って言葉が僕の中に、まあ、失敗だらけの人生なんですが、基本的にはないんで、で、失敗ってどっかで認めた時点で失敗じゃないですか。だかうん、ら基そうですね。本的にその辺は僕も、まあ、タバコも切ってしまったように失敗も切った。うん。不可能っていうのを切ってしまったんですね、もう辞書から。そうすると可能にするしかないじゃないかっていう。そうですね。でもこうん。の日本で活躍された後にまたロスに行ったり海外でやるときに、その今なんかこう、今伺ってて思ったのは、そのご自身はカリスマであって実力があって認められてるんですけど、そのブレーンとか周りは変化したんですか？それともそのまま行ったんですか？そこちょっと気になりました。実は昨日か一昨日が僕の最初の東京ドーム公演から30年ぐらい経つっていう話をファンの方に聞いたんですけど、うん。その時は結構日本でガーッと上に登っていったんですが、うん。アメリカにその二十数年前にこちらに来たんですね。約30年うん。前ですか。うん。誰も何も知らないわけですよ。うん。で、日本のロックスターって僕が言っても、何それっていう、もうスタッフもうん。基本的には僕、全員こちらで新しいスタッフっていうか、アメリカのスタッフですね。で、日本は日本うのスタッフっていう分けたん。ので、急になるほど。なんか扱いがはい、新人なんだなと思いました、その時。今でもそれにそう近いですよね。ですけど、で、そこで新しいブレーンでアメリカで始めたってことですか？はい。当時英あ、すごい。語も僕は片言だったので、一から勉強し直して、はい。へなんか見たんですけど、すごい聖書を読んだとか、なんかいろいはい。ろその国のことを学んだってお話聞いたんですけど、なんで聖書なんですか？分からなかったんですよ、発想が。やはりなんか、まあ、会話とか、時には言い合いになった時とか、なんでこういう発想で来るのかなっていう、まあ、自分の価値観でいくと、絶対理解できなかったので、じゃあ相手の価値観を学ぼうっていうことで、相手というか、そうですね。それでアメリカの価値観を学ぶには、皆さん聖書を読んでる方、教会にいた方が多かったので、じゃあ僕も読んでみないとわからないなっていう。それで、なるほまあ、英語ど。の詩を書くにしても、そこうん。から始まりましたね。なるほど。まあ、僕が学んだことというのは、何々をしちゃいけない、これをすると罰せられる的なことは、その教えにあるのかなっていう、なんでこういうことが起こったんだろうっていう、何かをしたら
そうですね、まあ、こっちだと懺悔みたいなあるじゃないですか、そういう、うんうんなんか、うん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 。そういうわかります。感覚ははい。学びましたよね。うん。あ、そういうことで、僕も実は子供の時からそういう学校になぜか通ってたんで、触れ合う機会はい、があったんです。ですから、はい。どこを学ばれたのかっていうのはすごく興味ありました。すいません、ありがとうございます。ただ今日対談させていただくことで、少し自分なりにその勉強をしてたところだったんですけど、あ、いや、そのそうですか。何百年も続いてるという、そういう世界で生きてらっしゃるっていうのは、どういう感じなんだろうなってすごく興味深くて。あの、私結構こう、いろんなことをしてる方なんで、自由にやってるように見えるとは思うんですけれうど、ん、やっぱりすごく厳しい世界ではあると思います。市川團十郎家というもの自体は、歌舞伎界の中で最もこう、力のあるお家というふうにされておりますけれども、やはりこの年功序列、年齢というものが一番重要で、そこに対しての礼儀作法、例えばこうん、う、うちの家だと市川團十郎家なんで、歌舞伎18番、新歌舞伎18番っていう家の芸があるんですけど、まあそういう場合はまあ先輩もご挨拶に来られるんですが、私が他のお家のお芝居をさせていただくときもご挨拶行くんですけど、もう当然、アポなしなんですね。何かこう、はいはい。果物とか持ってお邪魔して、いらっしゃらないと、まあ何回も通うと。いらっしゃるまで。へえ。まあ、海老蔵さんの家庭って代々、続いてますよね。いろいろ勉強させていただいたんですけど、僕なんておじいさんのことギリギリ覚えてるぐらいよくわからないですよ。僕はどっから来たのかとか。だから、うちで言うと、吉木さんは初代市川團十郎なんですよ。ああ、ルーツがはっきりしなかったとしても、そこに YOSHIKI さん、まあ、x ジャパンの YOSHIKI さんって方がいらっしゃって、これはもう日本でもみんな知っているし、世界の方にも評価え、されているという時点で、これ初代 YOSHIKI なんですよね、きっと。で、それをやっいや、そんなぱりこう、恐れを。伝統の場合はこう、相続していくと。うちの場合も初代團十郎から二代目市川團十郎に継承されるところから始まるんですけども、やはり初代市川團十郎っていう人がすごかったんで、なんとかしてこれをはい、残していくということで、二代目團十郎が誕生しちゃうわけ、そんな時代背景もはい、あったと思うんですけど、はい。だからまあ、そうなってはい。ます。はい。特にはい。今の時代っていうのは、あまりそういった規律が何十年前とかに比べると、まあ、なんとなく緩くなってるのかなっていう、うん、思うんですが、そうですね。はい。そういったところでどのような自分のスイッチの切り替えなのか、どうなのかって、ちょっとその辺もすごい興味深いんですが。日本人である限り、世界が2つあったとしても、日本国内で市川海老蔵としている場合は、比較的歌舞伎俳優としての海老蔵でいた方が良いのではないかなっうん、ていうふうに個人的に思ってまうん、すし、私も先輩に対して礼を尽くしますし、後輩に対してもそうだと思うんですけど、歌舞伎界のうん、中ではそれは絶対必要だと思ってます。で、やはりそのうん、日本もどんどん寛容になっていくものの、やはり目に余る行動というのがちょっと多いなっていうのはやっぱりちょっとこう、例えば子供を送っていくときに電車、バスに乗ることうん、も実はあったりするんですけど、やはりその私が見てうん、いた子供の時の光景よりか、やっぱり人間同士の距離感のこのギスギスした感じっていうのはやっぱりちょっとこう、どんどん増えてきてるのかなって思います。ですからそういうものをこういうところでもお話しさせていただきながら、やはりそのうん、伝えられるようなことをするのが、どちらかというと伝統文化班の、まあ、お仕事の一つっていうような、まあ、感覚ではいるんですけど。僕はすごくやっぱり、まあ、名の方とか、そういう結構そういう規律がどっちかというと好きなタイプなんですが、まあ、親のしつけもあったのかもしれないですけど、結構そういった感じで、それでまあロックの世界に飛び込んだんで、僕はどうすればいいのかなみたいな、はい。なんか、ある種違う世界の中に飛び込んだんで、着物をデザインされましたよね。はい。今もさせていただいてます。そうですよね。あれは、そうですね、もともと僕はまあ呉服屋の長男だったので、うん、うん、そのまま自然な流れでいったら多分継ぐことになってたと、まあお父さんうん、がうんですよね。死んでしまったとかいろんなことがあったんでうん、すが、うん。うん、その中で10年ちょっと前ですかね、京都の、そうですね、加納さんという方から着物をぜひブランドをやりませんかということで、うん、うああ、ん、それはすごく興味あるな。いつか父の夢だったのかうん、なとか、そういうことも考えうて、ん、そういうものを、うん、あと海外にも住んでいたので、やはり日本の良さを知ってほしいなと思う。かといって、うん、伝統的な着物もあるんですが、少しアレンジしたものっていう、やはり
伝統ってすごく素晴らしいと思う反面、ただ、それを、見てもらわなきゃ、今現在、なんか、なんていうんですかね、レラバントっていうんだけど、その今現在も、その位置を占めてなければってことで、難しいです。伝統文化班としてみれば。今で生きるっていうことがどんどんと難しくなってるんで、逆に例えば地球は地球の外から見ないと分かんないよみたいなことをおっしゃるじゃないですか。吉木さんの目線、歌舞伎とかそういうものを海外からの目線で見られると、どのように見えて、どうすればよりこういうふうな可能性が出てくるんじゃないのかっていうの、なんか見えてたりしますか？そうですね。やはり伝統、そういうものをっていうのはやっぱり、この線を越えちゃいけないっていろんなのもあるんでしょうから、大変でしょうね。そうなんですよね。言われちゃうんで、日本国内で、お前何やってんだ、あれじゃダメだとか、言われちゃうんですよね。これがどうなんですか？本来、そっちでいいんじゃないのかなってこともあるんですけど。僕もクラシックをやってるじゃないですか。そうですね。で、やはり、ベートーベンを弾く、ショパンとかを弾くときに先生に、もちろん今でも習ってるんですけど、これはこういう弾き方、ショパンはこういうふうに弾いてほしいと思ったって言って言われるわけですね。だからそうなんだ、もちろんそういう練習しますけど、でもさ、ショパンと喋ったことあるわけじゃないでしょって、その先生がですね、その200年前、ベートーベンと喋ったわけじゃないじゃないですか。楽譜を見て皆さんが解釈してるんだから、じゃあこれは僕の解釈でこのベートーベンを解釈するっていうのも、もちろんベートーベンの解釈したというものも学んだ上で、僕はそのベートーベンの曲をロックにしちゃったりとかもしてるんですね。で、皆さんがあの曲は聞いたことあるねって言って、実はベートーベンの曲だったねっていう、で、実際のベートーベンもあるっていう、そういう、なんか伝統ってある種、言葉悪いですけど、ある種、破壊してしまってもいいんだ。でも伝統を守る気があった上ですけどね。僕はだからそういう意味でロックの着物もやってたりっていうのを、むちゃくちゃなロックとクラシック行ったりしてますけど。素晴らしいと思います。素晴らしいです。で、僕の悩みは、歌舞伎でも中枢の中枢の中枢にいるもんですから、ですから僕はそれ行くと核まで壊してしまうっていう自分の中でのちょっとした恐怖心もあったりするんですけど、これどうですかね？そこを壊していいんですかね？海老蔵さんだからできると思うんです。要するに、本当に守ろうって気持ちがある人は壊せるし、本当は壊してないんですね、きっとね。創造と破壊って僕、いつも言うんですけど、両方ないと、芸術って常に破壊の繰り返しなんじゃないかと。時代時代でいろんな、それが先ほど、海老蔵さんに言われてびっくりしたんですけど、僕はその1代目とかって言われて、そうかなと、なんか、そういうことだと思います。僕もだからあらゆるものを破壊してしまったので、観念ですか。初代團十郎がやっぱそうだったんですよ。はい。そうですか。やっぱ全て破壊していくんです。全て破壊して、やっぱ荒ごとっていうものになっちゃったんです。ですから、ちょっと似てるんだと思います。いや、もうそんな、恐れ多いですけど、ちなみに僕さっき言ったメンタルは、すごく強くて、むちゃくちゃ弱いです。行ったり来たりしてます。角度によってはすごく強いんです。もう100万人に何言われても俺は動じないぞっていう自分と、ちょっとしたことで、なんか、壊れちゃいそうになるっていうことですね。ショックなことが例えば YOSHIKI さんあった場合、どうやって解決しますか？これ見なきゃよかった、すごいショックだなっていう、例えば100万人に勝ったとしても、1人に負ける時あるわけじゃないですか。一個だけ僕が言えるのは、即座反応しない。何に関しても。とりあえず、一晩寝るっていう。わかる。それって、あれですよね。ちょっといいですか？僕も実はそうなんですよ。年齢を重ねないとできない技じゃないですか。そうかもしれないです。僕も即反応してたんですけど、時間を重ねて、年齢を重ねるからこそ一晩待てるみたいなことが、そうおっしゃる通りそうですか。そうですよね。考える時間って意外に僕は結構ピアノとかね、ピアノもやっぱり普段からだいたいピアノの楽曲を練習する前に1時間運指をするんですね。ハノンとかっていういろんな、ただ単純に指だけ動かしてるんです、1時間。その時に指とかあんまり見てないんで、いろんな考え事をしてますよね。
こうやって動なるほど。かしながら。あ、すごい勉強になる。私どもも比較的その本番の舞台、もしくは、皆と揃える稽古、そして一はい人でやる稽古ってやっぱあるじゃないですか。そうすると一人でやる稽古っていうのは、どちらかというと今おっしゃってたような感覚で、私もなんかやってるんですけど、全然違うことを考えていて、重要ですよね、その時間って。何かを継続的に続けることってすごく価値のあることなのかもしれませんね。そうですね。なんかうん考えようっていう時間を逆に作ると、なんか面と向き合って考えると、なんかすごく気持ちが上がったり逆に落ち込んだりするっていうのが逆に僕怖いのかもしれないな、それって。あステージですね。ですよね。ステージから降りたいっていう時はありますね。ステージから降りる時は死ぬ時なのかなぐらい思っちゃいますね。